あなたは自分の死を覚悟したことがありますか？遡ること78年前の1944年9月、舞台はパラオ・アンガウル島。太平洋戦争最後の砦として戦っていた宇都宮第59連隊は米軍の圧倒的戦力を前に壊滅状態。基地内は重傷を負い死を待つばかりの兵で溢れていました。飢餓に苦しみ血を這うムカデさえも分け合って食べるほどの惨状。そんな最中でも米軍に一矢報いようと立ち上がった男がいるんです。その男の名前は船坂宏。類いまれな武道の心得で入隊当初から期待されていた男でした。アンガウルの戦いでは第59連隊の軍曹を任された船坂。彼はこの時4日間一睡もせずに匍匐前進を続けていたんです。全身24箇所に傷を負い動けるのも不思議な状態の船坂。ゾンビのごとき様相の彼が単身潜入したその場所は敵兵1万人が待つ米軍司令部だったんです。1万人の敵兵のもとに単身で乗り込む船坂宏。絶望的状況で彼を動かしたものは、そこに隠されていたのは異常なまでの精神力だったんです。おそす、今日は家族写真撮ってみたよ。ケンちゃんです。メトラーの母、闇闇子です。解散。危ないかなと。本日皆様にご紹介するのは太平洋戦争のアンガールの戦いで、1万人がね待ち構える米軍司令部にたった一人で乗り込んだね、ヤバすぎる男、船坂宏についてなんです。これなんかハンマー裕次郎からモデルってこと？これもうそんぐらいのレベルですよね。バッキバキじゃないの？ともあれ船坂はなんでそんな無謀なね挑戦をしてしまったのか。その背景にはアンガールの戦いで日本軍が直面していた絶望的なね状況が関係してたんです。硝酸ゼロの戦い。遡ること78年前の1944年9月17日、今回の舞台はパラオ・アンガウル島。日本から約 3000km 南に位置するこの島にアメリカ軍が上陸します。太平洋戦争において敗戦への一途をたどっていた日本は何が何でもこのアンガウル島を死守する必要がありました。アンガウル島はアメリカ軍が本土攻撃の基地にしようと目論んでいる島。この島を占領されれば日本列島への集中砲火は避けられない、そんな状況だったんです。しかしそもそも日本軍がアンガウル島を守り通すことなど到底無理な話でした。アンガウル島を守る日本兵は総勢1200人、対するアメリカ軍は2万2000人。戦車や戦艦を数十体連ねたアメリカ軍を阻止するのは赤ん坊が大人に喧嘩を挑むぐらい無謀なことだったんです。日本軍は海岸線に地雷を張り巡らせて対抗を試みるんですが、みるみるうちに総崩れ。もはやアンガウル島が占領されてしまうのも時間の問題かと思われました。しかしどうしたことかアメリカ軍の侵攻はある地点に差し掛かったところで一向に進まなくなってしまうんです。この場所を守っていたのが船坂宏。類いまれな武道の心得で入隊当初から期待された23歳の青年。仲間たちが散っていくのを横目に一人グレネードランチャーを抱えてアメリカ軍に立ち向かう船坂。すげえな。彼が一人で蹴散らしたアメリカ兵の数はなんと200人。船坂は自らが盾となって仲間を逃がし、戦況をゲリラ戦に持ち込むことで圧倒的な数的有利を誇るアメリカ軍をなんとか抑え込んでいたんです。信じらんないわ。一人で200人でしょ。ハモっちゃった。戦国時代にもいんのそんな人。漫画みたいな話なんですけど、実際ねゴールデンカムイのね主人公のねモデルになったとも言われてるんですよ。でもねそんな船坂ですら諦めざるを得ない状況が待ち構えていた。左足、左腕に銃弾を受けても唯一使える右手が捻挫するまで手榴弾を投げ続ける。そうやってギリギリまで奮闘していた船坂だったんですが、ある時とうとうとどめの一撃を受けることになってしまうんです。場面は飢餓に苦しむ仲間のため船坂が基地の外へ水を汲みに出かけた、そんな時でした。運悪くアメリカ兵に見つかってしまった船坂は銃弾を受けその場にうずくまります。とっさに隠れて敵をやり過ごす船坂。しかしアメリカ兵が放った銃弾は彼の腹部に命中しており、治療器具の不足したアンガール島でそれはすなわち死を意味していたんです。徐々に傷を悪化させていった船坂の体には次第にウジが群がるようになっていきます。このままウジに食われるぐらいなら俺は死を選ぶ。そう意を決し船坂は好意書をしたためました。後天高度に敵を近づけまいと奮戦したのですが、すでに満身創痍となりました。天命を待たず敵を目前にして戦死するのは悔しいけれど、すでに数百の敵を倒したので自分は満足しています。手榴弾のピンを抜いて胸に強く抱くと刻一刻とその時を待つ船坂。船坂軍曹はもう死ぬんだ。仲間の誰もがそう思ったんです。しかし船坂の胸に抱かれた手榴弾はなんと不発。
まるで運命のいたずらかのように日本にはこの男が必要だと言わんばかりに船坂はその死を先延ばしにされたんです。痛い、苦しい、もう目もほとんど見えない。この後に及んで天はまだ俺を死なせてくれないのか。もはや死を望み受け入れていた船坂は自身の数奇な運命を呪います。どうせ死ぬならアメリカに一矢報いてやる。こうして船坂は自身の死に場所として敵兵1万人が待ち構える米軍司令部へと標的を定めるんです。放っておいても死んじゃう傷を負っちゃったけどさ、まるでさ、これあんた死ぬべき時じゃないわよって言われてるみたいじゃない。お告げっぽいですね。ねまあそんなね、うん船坂だからこそできたね、この米軍司令部のね、突撃なんですけれども、うんまあ実はね、うんこの作戦はですね、後にアメリカ兵に意外な影響を与えることになるんです。決死の潜入。死を望むも死にきれずアメリカ軍に一矢報いるという自らの天命を悟った船坂。彼は死を待つばかりの仲間たちを背に一人拠点の洞窟を後にした。満身創痍の体に巻きつけられた6つの手榴弾、手には拳銃が1丁握られていた。これから1万人が待ち受ける敵地へ単身乗り込むとはとても思えないほどの軽装だ。まさに死にゆく男のそれだった。敵兵に気づかれまいと息を潜めるように歩幅前進を進める船坂。全身24箇所に傷を負い、銃弾の破片が20以上めり込んだ体。進めていることさえ不思議な状態だった。這いずるたびに手足や腹部に受けた弾痕がうずく。もはや死さえも恐れない船坂は痛みの感覚など問うに通り越していたのかもしれない。そのまま船坂は4日間眠らずに地を這い続け、ついに敵の全焼基地を突破。米軍司令部のテントまではわずか20メートル。意を決した船坂は敵兵が跋扈する基地内で突然立ち上がる。周囲のアメリカ兵はすぐに船坂の存在に気づく。けれど彼らは動けない。破れた軍服を身にまとった全身傷だらけの男が手榴弾を握りしめ、鬼の形相でこちらを睨んでいる。こいつは日本人に違いない。でも本当に人間なのか。人とは思えないその威圧感に敵兵は揃って圧倒されたのだ。その隙をついて司令部のテントをめがけ走り出す船坂。その瞬間だった。基地内に鳴り響く銃声とその場に崩れ落ちる船坂。重傷を負った彼の全力疾走はもはや歩くよりも遅いくらいだった。一瞬ひるんだアメリカ兵でもその喉元を捉えることはたやすかったのだ。そのまま遺体安置所に運ばれた船坂は死してなお拳銃と手榴弾を強く握りしめたままだった。アメリカ軍医はその指を一本ずつ解きながら周囲の兵士にこう語った。これが腹切りだ。侍だけができる勇敢な死に方だ。4日間も寝ずにさ、歩幅前進続けて死んでも武器手放さないって。白ひげ？もういろんな漫画のモデルになってんじゃないの？信じらんないんだけど。もう寝るわ。寝るでしょ想像してみて。絶対無理。うんでもね、こんな状況でね、船坂はね、なんでそんな諦めずにね、うん作戦決行できたのかっていうと、その執念、ね、いろんなことがね、うんあるんですけど、実はね、彼はフロー状態に入ってたんじゃないかって言われてるんです。風呂入ってたの？フロー状態。というわけで、本日のメトラキーワード、フロー状態について。フロー状態は1970年にアメリカの心理学者ミハイ・チクセント・ミハイが提唱した理論。目標にした対象にだけ意識が集中し、周囲の物事が一切気にならなくなる状態。究極の集中状態とも言えます。スーパープレーを行ったスポーツ選手などがしばしば経験する状態で、フロー状態に入った人は自分が対象となる活動そのものになっているような感覚を覚えるのだそうなんです。米軍司令部へ突入した時の船坂はおそらくフロー状態にあったと考えられます。フロー状態に陥った人は目的の遂行にだけ集中しているので、長い時間が一瞬に感じる。苦痛を伴う状態を苦痛に感じないといったことが起こるんです。だからこそ船坂は傷だらけの状態で4日間も寝ずに歩幅前進を続けられたんです。フロー状態はミハイが提唱する数千年前から存在し、禅という形で武道の精神修行にも用いられてきたんです。武道の達人だった船坂にはそもそもフロー状態に入りやすい基礎が築かれていたんです。米軍司令部突入する前にも200人蹴散らしてたりしたからさ、フロー状態入ってて、そういうコツとか持ってたんじゃないのこの人。かもしれないですね。でもね、船坂は死んでしまったんです。ですが、この後もね、物語は続いていくんです。報復。船坂がアメリカ軍の遺体安置所に運ばれてから3日が過ぎた頃の話。新たに運ばれてくる遺体の処理に追われていたアメリカ兵は自身の背後でゴソゴソと動く気配を感じます。仲間が別の遺体の処理でもしているのだろうか。そう思って振り返った彼の背後に立っていたのは船坂。すげえな。
銃弾で喉を貫かれた彼は本来立てるはずも生きているはずもないんです。しかし船坂は確かに息を吹き返していました。敵に情けをかけるか、バカにしやがって、殺すなら早く殺せ。まだ状況がつかみきれていないアメリカ兵に向かってそう叫び殴りかかる船坂。遺体安置所は一時大騒ぎになったんですが、結局重傷を負っていた船坂が途中で気絶、そのまま捕虜にされる運びになりました。死のうとするも死ねず、死んだかと思えば数日後に生き返る。人知を超えたこれらの逸話から、この後船坂はこんな異名で呼ばれるようになるんです。不死身の船坂。船坂はそんな自身の生命力について問われた際にこう語りました。生まれつき傷が治りやすい体質だったことに助けられたようだ。どんな世界観だよそれ。いやいや、生まれつき傷が治りやすいですって言ってぶち抜かれた穴が治るわけないじゃない。どういうこと？まあ世の中的にはね、うん船坂か俺かって言われてます。傷の治癒力。そうなの？はい。あんたどう治ったの？いや僕は、うん心の傷治るのめっちゃ早いんですよ。見えないよ。一回すごい昔、ねうんお付き合いしてる方がいたんですけど、落ち込まなすぎて、ちゃんと話聞いてるって言われました。それはあんたが落ち込んでないからじゃない？今言ってんのは傷が治る速度でしょ。落ち込んでいかに早く回復するかでしょ。なるほどね。落ち込んで、あんた傷もついてないじゃない。傷すらついてないのこれ。これなるほどね。勉強になりましたわ。時間を無駄にしたもんでしょ。体の船坂、うん。心のケンちゃん。あ、まだ言ってんのね。なるほどね。まあまあでもね、喉を打ち抜かれて生きてるサイボーグみたいなね、もうものじゃないですか。ですがね、船坂のね、こう驚きっていうのはね、まだまだ続いていくんです。奇跡の復活を遂げてみせたものの、船坂が重傷でろくに動けない状態であることに変わりはありません。そのため捕虜となってからも船坂に対するアメリカ軍の監視は至って甘いものになっていました。いくら重傷といえどもこの隙を見逃す船坂ではないんです。監視の目を盗みすぐさま牢から脱出、そのまま助けを求めるのかと思いきや、船坂が目指した場所は日本軍の基地とは全く違っていました。巨大な爆破音とともに炎に包まれたのは米軍弾薬庫。船坂は戦場に散らばる戦車たちから火薬を拾い集め、弾薬庫を爆破した上でアメリカ軍の基地を後にしたんです。やられた分の報復をきっちりと済ませ、翌日には日本軍の基地へ自力で戻っていったといいます。ほんとこれアメリカ軍からしたら大誤算じゃない。こんなやつさっさと殺しときゃよかったって思ってるよ絶対。って思うんですがね、アメリカ人って面白いっすよ。アメリカ兵たちはこんな船坂のね、やばすぎる行動、自分たちからしたら仲間も死んでるのに、すげえあいつってこうね、敬意を表してたんですよ。そして捕虜となりね、アメリカ兵と接点を持ったことはね、船坂にとっても結構なターニングポイントになったんです。海を越える友情。1944年10月19日、宇都宮第59連隊はアメリカ軍へ最後の切り込みを行うも玉砕。こうしてアンガウルの戦いが終結を迎えることになるんです。船坂は再びアメリカ軍の捕虜となり、終戦まで各地の収容所を転々としました。その最中でも彼の反骨精神は衰えず、アメリカ軍の飛行場を何度も爆破しようとするなど危険な行為を繰り返していたといいます。そんな船坂の暴走行為を止めてみせた男がいました。アメリカ軍で通訳を務めていたフォレスト・バーノン・クレンショーです。クレンショーは飛行場の爆破を試みた船坂を捉え、危険な行為をやめるように説得。この時のクレンショーの言葉は船坂にとっても重要なあることを示していたんです。それは日本の再興。あなたが生きて帰らなければ誰が日本を立て直すんだ。クレンショーにそう諭された船坂ははっと我に返ったんです。そうして以降危険な行動を慎むようになりました。何度も死の淵から蘇り、強大なアメリカ軍に毅然と立ち向かった船坂。その勇姿を見たアメリカ兵たちは彼を戦後の日本を立て直す男と認めるようになっていったんです。運悪く敵同士だったんだけどさ、相手のすごいとこを認めるっていうなんかフェアな部分もあるわね、アメリカに。なんか格闘家とかもね、そうですよね。なんかやる前バチバチなんだけどさ、戦った後はお互いリスペクトみたいなね。ね、別に戦争もさ、したくてしてるわけじゃないじゃないですか、前線の人たちからしたらさ、今でいうウクライナのね、方々とかね、ロシア兵のね、若い人たちからしたら勝手にやらされてる立場の人もいるわけで、結構複雑なんですよね、きっと。前線の戦う人たち一人一人の人間っていう目で見るとね。でもそんなアメリカ兵のたった一言が船坂にとってはね、戦って死ぬよりも日本にね、生きて帰ることこそ日本のためになるってね、そうね、思わせてくれたんです。1946年に帰国した船坂はクレンショーの言葉通り日本を再興するために動いていきます。そしてそんな生活の最中でも船坂が忘れなかったのが自身を救ってくれたアメリカ兵クレンショーのこと。船坂は戦後110通もの手紙をアメリカの至る所へ送り続け、クレンショーの行方を探し当てるんです。彼らの海を越えた友情は以後生涯にわたって続いていくことになるんです。
やね、皆さんね、いつもね、ありがとうございますね。ほんと動画のここまで見てるあなたね、もうめちゃくちゃメトラオブザイヤー受賞。コメント欄でね、アルゴメトリーが生きがいですとか、生きがいなんて言われたらさ、もう頑張ろうって。もっと言ってもっと言ってよ。まあね、求めすぎちゃダメだから。そう。俺らはね、いつももらってばっかなんでね、皆さんに。愛をね。私たちもね、これからメメトラへの愛を。愛はね、大事に大事だし、手紙とかもね、いつもね、ありがとうございます。っていうだけです。もうマルコチャンネルの先頭に愛って言いましょう。それは嫌です。